マツケンです。今回はこちらの面白いモジュールを手に入れたので紹介したいと思います。こちらはパンハーモニウムというもので、このインプッツと書かれた端子に任意のオーディオ信号を入れると、それをスペクトル分析したものをサイン波やノコギリ波などで再合成することができるというもので、平たく言えば音楽をいろいろな形で再生成できるというものです。後で説明もしますが、例えば今このモジュールにはライディーンという曲を入力しています。ちなみにこの音源はオリジナルに似ていますが、オリジナル音源ではなくカバー音源です。これに対してまずは再合成された音にこんな感じで切り替えて、例えばここをいじると再合成する波形をこんな感じで選べたり、ここをいじるとキーを変更できたり、あとはここをいじるとどれだけの数のオシレーター発信機で再合成するかを変更できたりします。減らしていくと、こんな感じで再合成する音数が減っていますね。そしてこれは入力音を加工しているのではなく、入力音の分析結果から新たに再合成している点がポイントです。僕は以前から好きな曲をテンポやキーを変更して聴くというのが好きで、個人的な思い出話としては、僕が小学2年生の時に学校の教室にあったラジカセがですね、カセットテープ再生時になんとその再生スピードを速くとか遅くとか調整できるつまみがついている機種で、これは好きな曲をいろんなキーで味わうことができる夢のマシンだと感動したことをよく覚えています。このモジュールはその感覚にも近い、さらに音色なども変更できるという新たな音楽の楽しみ方もできそうです。もともとこのモジュールは音楽鑑賞用途というよりかは、例えば効果音的なものを入力してそれを次々と変化させるというライブパフォーマンス的に使われることを想定したかもしれないんですけれども、完成された音楽信号を入れてもいろいろと楽しめます。これに好きな曲を入力していろいろといじっていたら、気づいたら時間が解けていました。このモジュールにはかなり多くのパラメータがあって、それらの組み合わせも考えるとできることがかなり多いのと、詳しく説明しようとするとフーリエ変換の話が出てきたり、正確な説明はなかなか難しいので、とにかく音をひたすら聞いていただく感じにしたいと思います。今回入力する素材として、まずは僕と国本武明さんとで組んでいるたけちゃんけんちゃんというユニットのご機嫌 WCD の中から、これは宇宙人なんちゃってという歌物の曲ですね。まずこの一番右下のつまみ、これ一番左端にすると入力信号そのものになっていて、一番右端にすると再合成だけとなるようにミックス具合を変えることができます。これを上げていくと、こんな感じで再合成された音が混ざってきますね。じゃあ一番右にします。はい、こんな感じです。で、ここのつまみで波形を選ぶことができます。一番左にするとサイン波。はい、こんな感じで、フーリエ逆変換的な理論からいくと、これが原音に一番近くなるのかな。で、この波形を変えていくと、例えばクロスフェードのサイン波。これ三角波ですね。で、これノコギリ波で、クロスフェードのノコギリ波、これ区形波、パルス波のデューティー比 25%、 でこれパルス波のデューティー比 12.5 かなという感じで、じゃあちょっとノコギリ波寄りにしておいて、でこのつまみでキーを変更することができます。こんな感じで下げたり上げたりってところですね。でこのボタンを押しながらいじると半音単位でいじることができるので、これぐらいのキーにしてみますか。でこのつまみをいじるとどれだけの範囲の時間ごとに分析をして再合成するかというのを変更することができます。これ一番ちっちゃいのにすると、最も細かく再合成することができるって感じですね。これをあえて上げることで、その切り替わる時間をあえてこんな感じで長く取ることもできるし、ちょっとじゃあ戻していきましょう。でこのつまみをいじるとですね、この再合成する際にどれだけの数のオシレーター発信機で再合成をするかというのを変更することができます。今これ15ぐらいになってるんですけども、一番増やすと33ですね。はい、これを逆に減らしていくと、音数が減ったのか分かりますね。あとはこのブラーっていうのはぼかしですね。上げることもできたり、でこれなかなか良いのが、ちょっと音程を元に戻して、オクターブ、ここでオクターブ単位で1オクターブ上とか1オクターブ下とかできるんですが、これを例えば1オクターブ上にして元の音を混ぜる。
曲の箇所を戻しますね。元の音と混ぜて1オクターブ上げたような音を足してあげると、ちょっとなんて言うんでしょうかね、アレンジというか豊かな感じになって、これもなかなか味わい深いかなと思います。あとこのつまみはですね、どの周波数を中心に分析をするかというのを変更することができます。これを下げていくと高音があまり反映されなくなるので、低音寄りになるっていう感じですね。再合成されたものが逆に上げていくと低音が反映されなくなるので、こんな感じになりますね。一番真ん中にしておくのが一番いいでしょう。で、この下のつまみはですね、この上のつまみで設定した周波数からどれだけの範囲で分析をするかっていうところですね。今これ広めにしてるんですけども、左にすると狭めのところを抜き取る感じになったり、右にすると逆にそこの部分だけ抜き取らないっていうノッチフィルターっていうんですけども、そういったこともできたりします。ちょっと変化が分かりにくいものがあったので補足です。分析時間周期は長めにするとこんな感じになります。このつまみをいじると左のつまみで設定した時間を2倍、4倍などに掛け算することができます。オシレーター数は1個付近まで少なくするとこんな感じになります。という感じで、他にもいっぱいつまみがあったり、トリガーとしての入力信号を入れていろんなことができるんですけれども、基本的なところはこんな感じになりますね。ということで、僕の喋り声はあまり乗らない方がいいと思うので、あとはいろんな曲をいじる様子を取り留めのない簡易デモとしてお聞きいただければと思います。
ということで、この夢のインプット端子ですね、ここにいろんなものを入力していじっていると本当に時間が解けていきます。キーを変えたり音色を変えたりして聞くと、好きな曲もね、新たな発見があったりして、ここのコード進行も実はいいなとか、そういった聞き方ができてより味わいが増したりするので、なかなか音楽鑑賞用途としても面白いモジュールだなと思いました。ご視聴ありがとうございました。